圧倒的な支持を受けた異次元の逃亡者サイレンス鈴鹿は1枠1番。果たしてどのような逃亡劇を見せてくれるのか。多くの期待を背に天皇賞秋スタートです。さあ、期待に応えてサイレンス鈴鹿が早くも先頭へ抜け出します。なおもサイレンス鈴鹿はスピードを緩めません。いや、さらに加速しその差を広げていきます。飛ばしに飛ばすサイレンス鈴鹿、今 1000m の標識を通過。そのタイムは57秒4。一体どれだけの着差でどれだけのタイムでゴールを通過するのか。先頭を走るサイレンス鈴鹿、今大木役に差し掛かります。クラシックレースに挑めるのは春までに結果を残した一握りだ。戦いはもう始まってるぞ。はい、トレーナー。いやー、どこもかしこも燃えてんな。ええ、それだけに多くの馬娘たちの憧れであり目標なのですわ。そんな尊いクラシックレースを独り占めしたやつもいるけどな。私を悪者のように言うな。あなただって真面目に走れば栄光をつかむ可能性はありますのよ。おいおい、私はいつだって真面目だっての。当然クラシックレースの一つや二つはいただくつもりだぜ。ほら聞こえるだろ、ゴルシちゃんの活躍を期待する大歓声が。何の歓声でしょう。あちらの方で盛り上がっているようですわね。無視かよ。またまたタイム更新だ。期待の新人がデビューを迎えるとは聞いていましたけど、確かに素質は十分みたいですね。その調子よ鈴鹿。あなたのスピードは素晴らしいわ。まずはデビュー戦で経験を積み、その特性を生かした走りを身につけていきましょう。はい、わかりました。騒がれているのは鈴鹿か。なんだ、知らねえのか。入学した時から頭一つ抜けた素質持ちって噂のやつだぜ。いよいよデビューしますのね。レースを見るのが楽しみですわ。今日はメディア関係者が多いですね。やっぱりオタクもサイレンス鈴鹿のデビュー戦を。もちろん。今日はカメラマン4人体制ですよ。期待の新星はどんな走りを見せてくれるんでしょうね。貴様は確かシリウスのトレーナー。私はエアグルーヴ、生徒会の副会長をしている。名前くらいは聞いたことがあるだろ。今日はシリウスのメンバーが出走する予定はなかったと記憶しているが、もしや鈴鹿のレースを。鈴鹿とは付き合いがあるからな。それに彼女は生徒会でも注目されている。ああ、ルドルフ会長も鈴鹿の素質に期待を持っているらしい。サイレンス鈴鹿、先頭のまま最終コーナーへ入ります。後続との差は開いたまま。サイレンス鈴鹿、さらにスピードを上げて最後の直線。残り 200m、 サイレンス鈴鹿がさらに差を広げる。これは強い。5馬身6馬身、どこまで突き放すのか。サイレンス鈴鹿先頭でゴール。デビュー戦を勝利で飾りました。よし、よくやった鈴鹿。どうだった？
鈴鹿の走りは。楽しそう。なるほど、そういう感想を持つのか、シリウスのトレーナーは。